サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家の青です。今回のサラディクッキングは旅レポート。ウボンラチャタに2泊3日の旅第2弾。2日目の様子をお届けします。今回の旅の最大目的でもある古代壁画と断崖絶壁のパーテムをメインに、奇岩のキノコ岩やウボンの地の裂け目、名所の滝など、パーテム国立公園内をいくつか訪問しました。パーテム国立公園はホテルから約30分のところにあります。暑くなる前にと7時半にホテルを出ました。タイで一番早く日の出を見られるスポットでもあるそうで、朝5時から開園しています。駐車場から奥の方に進むと断崖絶壁に到着。いい眺めです。でも高所恐怖症の人には辛そうです。今回約2名が高所恐怖症でしたが、大丈夫なんでしょうかね。どうなることやら。それにしてもいい眺め、メコン川の向こうはラオスです。壁画へという案内に従って歩いていきます。案内板がありました。駐車場から出発して200メートル歩いて今ここです。ここから崖の下の方に降りて280メートル行くと壁画の第一ポイントがあります。そこから330メートルで第2ポイント。全部で第4ポイントまであるそうですが、この先は少しだけ道が険しいのと距離があることから、高齢の方や体力に自信がない方はここで駐車場まで引き返した方がいいようです。全部で 3.6 キロになりますが、受付のおじちゃんが参加者を見てマイペンライ大丈夫と言ってました。60代が2人いるけど大丈夫ですかね。とにかく行って様子を見ることにしましょう。まずは第一の壁画を目指してゴー。ここには17時半までと書いてます。暗くなったら怖そうです。こちらはゴミを捨てるなですね。結構急な階段を一気に降りるんですね。こんな階段なんて昔はなかったなんて言いながら整った階段を降りていきます。注意書き、すみません、意味がよくわからなかったです。あと200メートルで第1ポイントです。道もよく整備されてますね。階段と同じく25年前にはこんなんじゃなかったです。すべての記憶がかなりあやふやになってますが、落石注意だそうです。どうやって気をつけたらいいんでしょう。コロコロとか音に敏感になればいいんですかね。初めて人とすれ違いました。展望台が見えてきました。第1ポイントに到着です。これはパーカーンと呼ばれています。なんか書いてます？落書き禁止の注意でした。この第1ポイントには大小の魚が4匹描かれているそうです。パッと見てもよくわからないのですが、こうしてヒントがあるとわかりやすいですね。わかりやすいはずなんですが、あったあれという声があちこちから、すっごく遅れてという人も。確かにわかりにくい。ビデオが思ったより不鮮明で余計にわかんないですね。魚の他に15センチくらいの小さい象もいるそうです。来られる機会がある方はご自分の目で確かめてみてください。では先に進みましょう。滑るので注意という看板。雨で濡れてたら滑っちゃうんですかね。そうするとちょっと長い距離歩くのは大変そうです。
面白い木の形ですね。お天気が良くて本当にラッキー。森林浴をしているような爽快さです。実際のところ古代壁画の楽しみもありますが、この道を歩くのがなんだかとても楽しかったです。また落石注意の看板です。この看板は崖に登るなという注意ですね。ちょっと登りたくなる気持ちはわからなくもないかも。ダメですよ。また落石注意です。実際にそんな事故があったりしたんですかね。第2の壁画群に到着です。ここがメインでパーテムと呼ばれています。なんかたくさん書かれてるようですね。展望台から見てみましょう。ここからならよく見えます。さっきの壁画より分かりやすいですね。ここは180メートルもの長さの壁画で300以上のものが描かれているそうです。ちょっと解説の絵と合わせてみましょう。解説画の縮尺が微妙ですが、なるほどと声を上げてしまいました。この絵は当時の人々の生活の様子を表しているのだそうです。当時というのは今から3、4千年前と考えられています。日本でいうと縄文時代後期ですかね。もっと古い壁画は世界のあちこちにあるでしょうが、洞窟ではなくこんな雨風にさらされそうな崖にこれだけの状態で残されているのは貴重でしょうね。第3グループの壁画絵は470メートル。あれ、展望台です。470メートルじゃなかったのと思ったら、これはパーテム第2グループの続きなんですね。さっきより高い展望台に上がります。これずっと向こうから続いてたんですね。180メートルということですから、ここまであったんですね。これはよく紹介されている模様です。何の模様だかわかりませんが、かわいい手のひら模様です。ここでもう一度地図に戻ります。今2つのポイントを見終えてここです。第3ポイントまで470メートル、第4までがさらに720メートル。引き返すならここでとなりますが、1キロちょっとと考えると大変でもなさそうです。問題は第4から駐車場までが景色の見えない道を 1.4 キロ歩くそうで、そこで運転手に第4の駐車場まで来てもらうことにして、60代の2人もこの先を進むことにしました。木々が増えてさっきよりちょっとワイルドな感じです。道も少し険しいところが出てきました。息切れするほどの険しさじゃないですけどね。カメラ構えながら歩くとちょっと危なそうですよね。ちなみにカメラは DJI Pocket 2というのを使っています。手に持っておけばいちいちレンズを覗いたりしなくてもブレずにうまく撮ってくれる優れものです。第3の壁画群に到着です。ここはパーモンノーイと呼ばれています。展望台がないのでずっと見上げることになります。何か線のようなものが見えますね。これは稲、田んぼのイメージのようです。下の方の絵が隠れて見えません。なんか薄く見えますが何でしょうね。隠れていた絵はお腹の大きな牛に弓矢を引く 1.6 メートルの人のようです。その上に手形がペタペタありましたが、なんだか特別な技法だそうです。より詳しく調べたらもっと面白いんでしょうね。それにしても
第2のパーテムの絵にもありましたが、すでに狩猟や漁業、農耕が行われていて、そうした道具が描かれているのも興味深いです。この公園の解説がまだでしたね。この辺は長いこと地元の村人は立ち入ることを禁じてました。これらの山は神聖な山とされ信じられていたのです。ここに立ち入った人は病気になったり、命に関わることさえある死の山でした。やがてシンラパコーン大学が研究を続けて壁画も発見。1981年に国立公園に認定されました。こうして観光に気軽に来られるようになるまでいろいろあったのでしょうね。これまで見てきたような3、4千年前の古代の壁画はここだけではなく、東北地方にはあちこちにあるようです。そんな壁画を探す旅も面白そうですね。一応こうして観光することで壁画が薄くなったとかそういったことはないようですが、タイの宝、人類の宝として大事にしていきたいものです。さっきから4倍速で進めてきましたが、もうすぐ第4ポイント近くの駐車場に到着です。やったー、ここまで来たら一安心。ここで第4ポイントに行くかどうか悩ましいところです。見客組はさっさと先に行きました。壁画まで200メートル、距離的には大したことないのですが、崖っぷちで危ないらしく、高所恐怖症の方には辛いようです。お疲れの方も無理はしない方がいいかなと、60代の2人は断念してみんなを待つことになりました。見客だけど高所恐怖症の人はとりあえず行ってみることに。待機組にはここで待ってもらいましょう。ではまた早送りにして見ていきます。とりあえず普通の道です。ちょっと道の様子が変わってきました。この道って3、4千年前からあったのでしょうか。いよいよ断崖絶壁の道です。岩があるのですごく歩きにくいです。かがんで歩かないといけません。大丈夫？気をつけてねとお互い声を掛け合いながら歩きます。先発隊が見えてきました。どうやら第4ポイントに到着のようです。これはスリル満点。高所恐怖症の人がいるのですが、よくここまで来られましたね。ここはスカートを履いた人の絵が見どころです。もう少し先奥まで行かないと見えないんですが、頑張りました。スカートの人を見ることができて、もう十分満足だそうです。では私が見に行きましょう。これはカメラを持ちながらはちょっと厳しい。腰を落としてゆっくり進みます。奥の解説をじっくり読む余裕はありませんでした。スカートの人いました。他にも人が何人かいますね。なんでこんな危険なところに書いたんでしょう。でもおかげで今に残っているのでしょうね。古代の人がそこまで考えて書いたのかどうか、考えるとロマンを感じますね。私がそちら側に移動します。交代。ここは大人数では来られませんね。でもここまで来る人は少ないようで、誰にも会いませんでした。
第4壁画群まで制覇しました。壁画を楽しんだのかスリルを楽しんだのか、どちらも楽しめる美味しい観光名所ということですね。満足して戻ったら、ここで待ってるはずの2人がいない。運転手も2人を見ていないと言います。遭難してるわけじゃないよねと慌てて連絡したら、駐車場という看板を見てそちらに向かっているとのこと。1.4 キロもあるのに？よくわからず矢印があったら進んだようで、私たちは車で最初の駐車場に戻り、2人が歩いてくるのを待ったのでした。結局60代の2人が一番歩いたことになりますね。おかげでメコン川とラオスの景色をもう一度じっくり味わうことができました。いつかこの向こう側も訪れてみたいですね。パーテムは壁画のある場所の名前ですが、パーテム国立公園はとても広い範囲になります。次はパーテムから車で3分のサオチャリアンキノコ岩に来ました。キノコ岩自体は道路沿いにあってすぐ見られるので、まずはランヒンテークという地面が割れたような場所に向かいます。入り口に地図がありました。黄色い線は30分、赤は1時間、白は1時間半のコースがあるようですが、昼も近いし、さっきも歩いたので30分で十分です。ランヒンテークと書かれた大きな門を通って進みます。なんかここはあまり人が通ってないような、静かでいいんですが誰にも会いません。綺麗な小川に出ました。ちょっと早し4倍速で見ていきましょう。なんだか静かな散歩のはずがだんだんワイルドに。時々看板は出るのですが、タイ語オンリーでよくわかりません。地名が書いててもわかんないんです。案内板がなぜか裏向きに立ってます。でもよくわかりません。かわいい珍しい花ですね。生姜科の花なんだそうです。道が分かれてますが案内はなし。この案内を見てしばらく歩いて気がつきました。なんと道なりに歩いてきたつもりで黄色い線の部分を歩いてたと思ったのですが、いつの間にかというより、どうやら最初から白い部分を歩いていたようです。戻るべきか進むべきか。この先の道が整備されてなかったので、最初のゲートに戻ることにしました。何だったのって感じの30分でした。どう見てもあまり人が通ってない道ですよね。行かれる方は気をつけてください。スタート地点に戻ってサオチャリアン、キノコのように見えますね。上まで登ってみましょう。記念撮影が順番待ちです。誰もいない瞬間を撮るのはなかなか難しかったです。裏もちょっと覗いてみましょう。裏から見ても面白い形です。実はまだランヒンテークに未練が。キノコ岩のすぐそばと聞いていたので、この裏の先に何かあるんじゃないかと期待してうろうろ。何もなかったので反対側にも行ってみたら、足場が岩っぽくなりました。ランヒンテークは地面の裂け目と言ってますが、タイ語だと岩が割れた場所です。相変わらず案内板はないのですが、今度こそという大きな期待で先に進みます。いきなり現れました。あった、着いた、割れてる。本当に割れてます。幅は細い人なら下まで落ちちゃいそうです。
私なら引っかかりそうな気もしますが、覗いてるとカメラや携帯、何か物を落っことしそうです。ここで思わず、やっと着いたぞという感動の舞。ここは広い岩場になっていてまだ先があります。ここにも割れ目がありました。眺めもよく気持ちいいのですが、待っている人もいるし、昼近いので戻りましょう。この後滝を見に行く予定でしたが、思ったより時間がかかったので先にランチ。サオチャリアンから2分のところにイサン料理の店がありました。まずはソムタム、シンプルなソムタムタイ。ひき肉サラダを団子にして揚げたラームとエビチャーハンカオパ。尻尾の赤いナマズを茹でてタレで食べるプラーカンルワクチン。辛いのが苦手な方もいたのでトムヤムではなくトムジュー。ランチなので軽めにして次に急ぎました。パーテム国立公園にはたくさんの滝があります。雨季の初めで水量も少ないと思い、とりあえず近場のソイサワン滝を目指しました。のはずが、センチャン滝と書いてます。お腹いっぱいで車で爆睡している間に、ドライバーが間違って別の滝に連れてきてくれたようです。着くまで誰も気がつきませんでした。確かにセンチャン滝も有名で評価も高いですが、水量がちょっと心配。案の定というか、みんな呆然と眺めています。タイ語で滝はナムと水が落ちると言いますが、全然落ちてない。いえ、画像で確認できませんが、少しは落ちてます。こればっかりは自然のものなので仕方ないですね。多分もう一つの滝に行っても期待ほどではなくがっかりしたかもしれません。滝はやはり雨季に来るべきですね。ガンガンに暑くなってきたのでホテルに戻ることにします。この角度でやっと見られますね。水量が多い時だと滝の裏を歩く感じになってきっともっと楽しめるでしょう。ちょっと神秘的な雰囲気にもなるようです。滝の上に上がってそのまま帰り道になります。水量があれば上からも滝を楽しめるそうです。上は結構広いので昼間は辛いです。体力がなければ降りてきた道を戻った方が良さそうな気がしました。ちなみに4倍速で画面がガタガタですが、これはビデオのバッテリーがなくなってiPhone で撮影しているせいです。やっぱり違うものですね。駐車場が見えてきました。朝からたっぷり楽しんだ2日目も無事終わり、ホテルで一休みして、夜はルームサービスで宴会。最後の夜を遅くまで楽しみました。いかがでしたでしょうか。パーテム国立公園、面白そうでしょう。よかったらぜひ高評価ボタンをお願いします。次回3日目は市場へ GO とミシュランランチ。チャンネル登録をしてお待ちください。それではこの辺で、サワディーカー、コップマーカー。